起きてる方いらっしゃるでしょうか。あれ、今日ってまだ早いかな、お時間早いかな。日本時間がまた何時か全然気にせずにインスタライブ始めちゃったので、もしもまた日本朝4時ですとかだったら本当にごめんなさい。こんばんは、こんばんは、こんにちは。昨日ね YouTube ライブでまたインスタライブもやってくださいって言っていただいたのでインスタライブのもやってみました見てくださる方いた、ありがとうございます。今日も会えて嬉しいです。私も嬉しいです。なんかチョコついてない？大丈夫今ねケーキ頼んだんだけど、マーブルケーキみたいな、これでも半分ぐらい食べたんだけど、こんな大きくて、見た？お顔の半分ぐらいあるんだけど全然食べきらないのこれ。しかも途中でなんかスプーン落としちゃってこんな大きいまま今手で食べてるリスになった気分。あ、日本夜の10時？あ、じゃあいつも YouTube ライブしてるぐらいの時間ですか？ってことはフランスは2時かな。もうそんな時間？今日朝から作業やってるのにもう2時か。わー、お時間早いなちょっとね、今日はデパートで編集作業やってます。こんばんは。みんな何してるの2日連続でお会いできて嬉しい私もです。見ていただきありがとうございます。ちょっと今日もインスタはなんかすごいゆったりペースなので、本来の私が出てしまったらごめんなさい見る？こんな感じで今編集してる。見えるかなフランスではチップ置きますかとかご質問、必要ですかっていうご質問を結構いただくので、ライブしたのですが、ライブだと全部で2時間ぐらいの動画で絶対2時間も見てられないだろうっていうね動画なのですが、内容をしっかり詰めてお話しした動画だったから、マナーの動画と同じような感じで短く縮めてる。あ、夜のまったりタイムですご飯かな、お食事中かな。習い事から帰ってきてご飯食べて休んでいたところです。習い事してるんだ。何してるんだろう。おかえりなさいハートかわいい。ハートきた最近好きな歌があるんだ。これ声聞こえてる？聞こえてますか？これほら、これスマホについてるんじゃないの？だから聞こえてないかな。すごい私独り言言ってるみたいになってる。最近そう好きなお歌があって、すごい可愛いの。私の好きなカフェがポスペっていうカフェなんだけど、その話してたらなんかフランス語で昔からの歌があるとか言って、私ポスペってシェ・ポスペっていう好きなカフェの名前なのですが、シェはまあお家っていう意味なの。シェモアだったら私のお家っていう意味なんだけどっていう意味なんだけど、シェ・ポスペって何の意味なんだろうと思ったら、ポスペさんのお家っていう意味だったの。カタカナだとポスペいるかもしれないけど、まあ、R の発音がちょっと違うので、そうポスペさんのお家みたいな名前で可愛いカフェの名前なんだけどね。それでそうでフランス人と話してたら、ポスペって人の名前だよってなって、昔の人の名前で歌もあるよって言って聞いたらね、可愛いの。ポスペユップラボンって歌のが検索したら出てくる。私初めて聞いた時ふざけてるのかと思ったら本当にこういう歌だった。 YouTube に出てた。なんていう題名だったか忘れちゃった。ポスペユップラボンって歌なのその後がすごい難しくて、なんだっけな、ルロワジュパンデピスルロワジュパンデピスなんとかなんとかって続くんだけどフランス語の発音難しすぎて、私舌が絡まっちゃって全然その後が歌えなくて、もうずーっと永遠とお風呂とかでポスペユップラボンって
繰り返して、そこだけリピート。壊れたラジオみたいになってる。ぜひ検索してほしい。なんて歌なんだろう、ちょっと見てみる。なんて歌だったっけな。みんなに聞いてほしい。ちょっと待ってね。ちょっと待って2個あってね、もともとの歌はこうおじさんが歌ってるの、しかもすごいシュールだから聞いてほしい。でシュールなの好きなんだけどね、ポースペユップラブーンっていうのがおじさんバージョンで、ちょっと待ってね、で子供のなんかクマさんたちが歌っている昔のフランスの CM、 テレビ CM みたいなやつはユップラプンのところがこうしてユップラプンって上がるのね。両方可愛いんだけど、歌ってフランス語でなんていうんだっけ、シャント、あった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 。違うじゃんコスペさんが出てきちゃったじゃん。これかな、スペインこれか、あった。どうやって聞けるの、みんなに。どうやって聞けるの、ちょっと待ってね。それでサビまでいく。スペインオプラブンってちょっと待って、一人で盛り上がっちゃってごめんなさい。聞いて、これイヤホン取って切り替えます。この歌見て加工しててすごい面白い。音聞こえるかな、ちょっとやってみますね。音量を上げて、横の人に笑われちゃうかもしれないけど。いくよ。聞こえた？聞こえる？これ。ここ。聞こえた？みんながこっち向いた。フランス人にとっては懐かしい歌らしいんだけど、聞こえたかな？聞こえた？ボステユップラドンってやつ聞こえた？すっごく一人で盛り上がっちゃった。ごめんなさい。せっかくコメントいただいてたのに、どこまで来たっけ。もうたくさん見ていただきありがとうございます。コメント戻れないのかな。古代文学すごいだ、聞こえてますよ。こんばんにちは。夏にパリに滞在した際、いろいろ参考にさせていただきました。ありがとうございます。コメントもありがとうございます。今の音可愛いでしょ。こんにちは、こんばんは。パリ寒いですか？このダウン着るくらい寒いです。今の歌可愛いですよね。聞きました？聞こえたのかな。果たして聞こえてたのかな、あの状況で。そう思ったよりおじさんでしょ。フランス人の昔の日本の演歌の時みたいな歌なんだと思う。昨日 YouTube 参加できそうだったので嬉しいです。よかっためくぐさんです。こんばんにちは。知りたい。全然聞こえなかったらさっきの検索してください。聞こえました。よかった。もうみんなに聞いてほしくて、私本当にここ最近で一番ハマってる歌、毎日歌ってる。しかもそこだけ他歌えないの。今お聞かせしたというかはあれオリジナルバージョンね。ムッシュがオリジナルバージョンで、それは風俗街のボスだみたいな歌なのね。でそれの CM バージョン、子供向けのおかしくないかなテレビ CM バージョンもあって、それになるとさすがに風俗街のボスみたいなのはできないから、なんかパンデピスっていうクリスマスとかに食べるようなちょっとシナモンとか入っているパンがあるのですが、そのパン屋さんのボスなんだぜみたいな歌に変えられてる、替え歌になってる。子供バージョンも見せしたいな。
でも私はね、子供の可愛いバージョンよりもユップラブンってやつよりもユップラブンみたいな方が好きやばいな、これなんか周りの人になんかプチ笑われてるんだけど、一人で歌ってる人になっちゃったカレーライス、カレーパンダさんだ。昨日は YouTube ライブ参加できなかった。今カレー作ってます私にも作って、パンダカレー作ってライブやってます。今日も可愛いです。ありがとうございますこれフィルターポステさんにもなんかリップフィルターかかっちゃってちょっと面白かったですね、さっき。私ね、リップ塗らないと本当に唇の色が薄いなんていうの、ザ・ブルベの唇みたいなお色になっちゃうので、フィルターで頑張ってますお見苦しかったらごめんなさいこれ多分外したらどうやって外せるんだろう。外したら白い気がする、唇不健康そうな気がするそう、おー、ありがとうございます。子供バージョンもお聞かせしたいんだけどムッシュ・シュバリエ・ホスペユップラブンっていうかな。ユップラブンってどういう意味なの？よいしょ。Thomas Parachute. Hein? On peut caper. Qu'est-ce que tu fais avec tes verres d'eau, Virginie? クマさんがみんなで踊ってる。あった。まさかのありましたよ、これ。見てて、切り替えますね。ほら、クマさんとよっプラプン。ちょっと待ってね。セリバドパレピスワジュパンデピス。待っていくよ。せーの。聞こえた聞こえた。その人がすごい一緒に楽しんでくれてよかった。聞こえた。可愛いでしょ。でも私はさっきのシュールなおじさんのやつの方が好き今日はなんか勝手に私の好きなお歌共有みたいになっちゃったお仕事の後、めぐくさん本当にご褒美タイムです。嬉しいな、そう言っていただけると。それがご褒美です、私のいつも作るカレーにはおしゃれなのズッキーニ、ブラウンマッシュルーム、アスパラガス、アンガス牛の切り落としをオリーブ油で炒めてからカレールーを入れて美味しくいただいております。おしゃれ。ズッキーニ入れるんですか。おしゃれですね。アスパラガスも入れるの。またアンガス牛っていうのもおしゃれだな。私のいつものカレーにはしばらく作ってないけど、私は本当におうちカレーみたいな感じで、豚肉の薄切りのバラ肉みたいなのを入れるの結構好きなんですね。なんだけどバラ肉とか薄切り肉っていうのがフランスでは存在しなくて、スーパーとかで売ってないの。ポークに限らずビーフでも何でも薄切りの肉っていうのが売ってなくて、ハムになっちゃうんでハムもなんか無駄におしゃれな生ハムみたいになっちゃうので、カレーに生ハム入れたら生じゃなくなっちゃうでしょそれでフランスで作る時には贅沢な切り落としみたいなお肉がないので、なんか赤身のビーフとかチキンとかそういうのを入れてます。ポークだと硬くなっちゃうからね。On est amis depuis alors 33 ans les gosses 30 ans 31お口の色が動くのが3 ans 面白い。なんだ
時間ですね。嬉しいな。聞こえた？聞こえた？さっきの聞こえた？ちょっとインスタもタイムラグあるんだ。聞こえました？可愛いでしょ。クマさんのも可愛いでしょ。私もおじさんの方が好き。あ、本当？私もおじさんの方が好き。子供番組じゃなくて、なんかね、チョコレートじゃなくて何かの CM らしい。子供番組かな。でもこのクマさんなんかここになんかロゴが昔か何かのロゴが入ってる T シャツ着てたでしょ、クマさんたち。だから何かな、CM なんじゃないかなって思うんだけど、わからない。パン屋さんのボスなんだって、あのクマさん。みんなおじさんの方が好きですよね。なんかシュールな感じと、なんか拳の入ったユップブンみたいな、あれがいいですよね。こんばんはしてる。目も耳も喜んでおります。私も声聞けたらいいのに。みんなおじさんの方が好き。コスプレおじさん人気ですよ。ほんとね、一人でいる時もこんなことばっかりやってるからダメですね。全然動画編集進まないや。私なんか集中力は自慢できるぐらいあると思ってるんだけど、自称集中力の鬼みたいなぐらい集中力あると思うの。12時間とか同じことに集中してられるんだけどなんか気が差が激しすぎて常にそれが発揮できればいいんだけどね。なんかここ最近さっきのお歌が頭に流れ続けてるから、コスプレおじさん私の気を散らせる。初めての方もいらっしゃって嬉しいです。インスタライブの方はこんな感じで、多分隣のフランス人の方たちの話し声とか思いっきり入っちゃってると思うのですが、ちょっとこうポッドキャストみたいに聞いてください。フランスのパリの日常音声です。あ、コンセントの席空いた。移ろうかな。まだ大丈夫かな。本当になんかフランスとかで、外国全般なのかわからないけどいいなって思うのが、お店にコンセントとかあったらどこでも自由に使っていいの。特に使っていいですかとかなく、なんか使っていいですかって聞かなくてもいいし、何が言いたい、使う用のカフェとかあるじゃないですか。日本でも作業 OK ですよみたいなカフェじゃなくても、ここデパートなんだけど、デパートでもどっかにコンセントあれば好きに使ってよくてすごくいい。ブージングサウンドって何？ブージングサウンドって何ですか？調べてみよう。クリスマスの音楽鳴ってる。ブラックフライデーが今日までかな。ブラックフライデーが今日か明日までで、なんかみんな最後にお買い物みたいな感じで人が来てる。お花出てきちゃった。どうしよう。ちょっとおしゃれなクリスマスソング流れてるな。ちなみにフランスのクリスマス、フランス語でクリスマスソングはクリスマスのことノエルって言うんですが、サンタのことパパノエルっていうの。クリスマスのパパっていう表現するんだけど可愛くないですか？フランスでサンタはパパノエルって言うんだけど、その歌もシュールなんだよな。なんとかパパノエルみたいな歌なんだけど、それはマスターしてないよ。ブージングサウンドっていうのは昆虫の羽のようなブンブンという音。なるほど。ポスペさんブージングサウンド使ってる。周りに音があると集中力増します。私も
私もお家でシーンってしてる中を何かやるよりもカフェとかに来てまず雑音というか声が聞こえてた方が集中できる。ただ日本のカフェで日本語が周りで日本語だとなんか会話が入ってきちゃってあんまり集中できないんだけど、外国のカフェとかに来るとまあ理解はできても日本語みたいに頭の中にスルスル内容が入ってくるわけではないから、なんか音として聞けるのがすごくいい逆にフランスのカフェにいて作業しててふわっと日本語が聞こえてくると、観光地とかに行くとやっぱり日本人の方も観光客の方がいらっしゃるので、ふわっと聞こえてくるともう耳がそこにフォーカスしちゃって全然物事が進まないお耳がなんかそっちに行っちゃう。でも図書館の静けさは好きかも。カチャ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 ってパソコン打ってる音とか紙をめくっている音とかちょっと人がコソコソ話してるぐらいのああいう雑音も好き。なんだろう、シュールなもの好きなんですよね。なんかこれ髪の毛切り行こうかな。皆さんってどれくらいのスパンで髪切り？私は1年に 1,2 回しか行かないんだけど、ずっとこれが気になる。 YouTube ライブ中もこれが気になってしょうがなくて、かけても落ちてくるし、わざと美容師さんが作ってくれたこれなんだけど気になってしょうがない。ほら顔がほら見て、こうなるのね。これ触覚っていうの？これのこと。あ、これ触覚っていう？こうなるの。ほら両側にこれで、これがいい感じに伸びてきちゃって出しゃばってるの。口の中にまで入ってきそうでしょ。入りたがってくるから、ここかゆくて、だから私いつもこの辺こういう風にやってるんだけど、かゆくてね。でもなんか自分でカットしちゃうのは勇気がいる量じゃないですか、この幅。だからこのままにしてるんだけど、ちなみに朝起きたまま気になるよ。まあいい、まあいい。せっかく作っていただいたものなので取っておきましょう、来年まで。かわいいでしょ、パパノエル。そう、パパクリスマスのパパでパパノエル。でもフランスの、サンタさんのイラストとかはそれをめちゃくちゃシュールで私は好きなんだけど、可愛いとかけ離れてる、ほんとこういうおじさんいるよねみたいなおじいさんのままのイラストだったりするの、クリスマスカードとかが。それも面白くて、私子供にこんなシュールなおじさんのハガキ届けるのかなみたいなお見せしたいけど、クリスマスカードフランスとかで出てくるかな。面白くてね。日本語だとなんか結構可愛い感じに全部デフォルメされるじゃないですか、イラストとか。特におじさんのお顔とか。フランスはね、リアルに行くんですよ。リアルさ追求みたいなカードで出てくるかな。私のやっぱり日本語で検索しちゃうと可愛い感じも出ちゃいますよね。それはそうよね。絶対あれ日本人に受けないもん。クリスマスカードであんなシュールなおじさまの絵。日本人がお買い求めしているのはやっぱり可愛らしい系のクリスマスカードなのですね。侮ってはいけないですよ、フランスのクリスマスカード。そんな可愛くないんですよ。クリスマスカード、ノエル、私が思ってるやつ皆さんに共有したいんだけど、なんで可愛いのしか出てこない。こういうやつ、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 こういうやつ面白いから、ちょっとまた画面切り替えますね。今日ごめんなさい、なんか本当にお友達の中で見てて、ほら全然可愛くないでしょ全然可愛くないでしょこれ面白くないですか。このおじさんのカード子供に届いてびっくりしません？ちなみに多分日本人とか UK とかはこんな感じなの。
これかわいい。これ日本にもありそうでしょ。でフランスの Moi, ce qui m'énerve, ほら ça, le qui 面白くないですか。 m'énerve, ごめんなさい、つぼになっちゃった。 ça, je déteste. 面白くて、 Parce que これ Daniel, 帽子取ったらこういう人生いますよね。 t'as rien fait, mon フ gars. ランス面白い。ちょっとまた切り替えます。失礼いたしました。 Heureusement. Mais je comprends はい。 pas. 面白いでしょ。想像以上におじさんでしょ。で私はこういうの好きなの、シュールで。 Pas dire autre chose. 私はこのカード届いたら嬉しいんだけど、果たして子供がこのカード届いてどう思うのだろうって思いながら毎年見てる。面白いな。下手にデフォルメしないところがいいですよね。なんかね。 Moi, j'ai. こ Moi, honnêtement, j'ai du mal à. の美容師さんの感性シュール。 J'aime pas les gens qui. 短い時は良かったんですよ。こんな感じでなんかこうなるようにしてくれた。流行りらしい。 Quand elle a dit なんか韓国風らしくて、私は全く流行りとか気にしないんですが、なんかその全部お任せするんだけど、やってもらったらなんか今は Et こ derrière, れをもっともっと短くて、ここにこういう風になんかこんな風になるのが今のその流行りで、韓国アイドルというか韓国風みたいな感じらしい。 mais pour autre chose. 伸びたらこうなった。 Non, bah, je veux dire, avoir son polo. こんばんは、皆さんウェーブウェーブ。おおでしょ、笑えるでしょ、今のシュールでしょ、つぼるでしょ。思ったよりクリスマスカードシュールでしょ、フランスのやつ。もう面白くてね、私こういうところのフランスのこういうところが好き。ほんと可愛さよりリアルな感じ、本当に。ああ面白い。なんかもう今日一人で盛り上がっちゃっててごめんなさい。ちょっと待ってね。こんなに張り切ってお話ししたらお花出てきちゃったよ。このフランスのティッシュも面白いですよ。これ日本のティッシュってこうやって出すでしょ。フランスのティッシュってなんかこうなってて、こうやって開けて出すのでね。なんだけどこのテープ、これもねもちろんフランスの質なので、もうだんだんくっつかなくなるし、このテープになんかいろんなものくっついてくるし、最初の開けたての時に勢いよくもう我慢できないみたいな感じでピッて開けちゃうと、このテープごと取れちゃって開かなくなるの。ずさんでね、1枚もね、フランス人って多分1回でティッシュ捨てないんですよ。だから1枚もナプキンぐらい分厚くて、なんかこれも何かの動画でお話ししたんだけど、こうやっても厚さ見えないか、なんか本当ね、しかも正方形スクエア型、面白くないですか。でこうやってもほら全然破れないぐらいのやつで、ね、これに慣れちゃうと日本のティッシュが頼りなくなっちゃうぐらい、5枚ぐらい重ねようってぐらい分厚い。こうやっても全然 OK。 ほらすごくないですか。日本のやつこういう風にやったら結構破れるじゃないですか。すごい心強い。じゃあちょっと行ってきます。ちょっと待ってて、一応外れる。あー、果たして戻った時にフィルターかかるのかな。怖い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 じゃん大丈夫だった。さすが現代技術。もうフランスのクオリティがいろいろ面白い。本当にこれつけても意味ないのか。ごめんなさい、一人で盛り上がっちゃった。そうはね、もうすぐおやつタイムなんだ。2時42分。どこまで読んだっけ。どこまで読んだっけ。ウェーブですか。そう、ウェーブ。なんか新しい方が視聴を始め、このライブを視聴しましたになると、なんかこういう手が表示されて、カタカナでウェーブって書いてあるので、それを押すとこうやってできるの。
できてるのわかんないけど、私の方ではそのスタンプ押せるようになってるの。腕ウェーブって書いた。めぐぐさん、クリスマスライブの日にち考えてくださいね。あ、そっか、クリスマスライブもうすぐクリスマスだっけ。まだですよね。考えます。あ、それ無印良品のナプキンと同じ持ち運びに便利じゃないですか。うん、便利です。ただナプキンとしては使ってないんだけど、ティッシュとして使ってるんだけど、心強い。ちょっとやそっとのお花ではびくともしないぐらい頼りになるティッシュ。お水にも溶けない。だからお洗濯しちゃうともう本当に大変なことになる。本当に大変。3日ぐらい困るぐらい大変なことになる。でね、フランス人って本当にティッシュとか入れたままお洗濯しちゃう大人とかも多いから、間違ってお洗濯をしちゃっても問題ないよみたいなカテゴリーのティッシュもあって、それにするとポッケにティッシュ入れたままお洗濯しちゃっても全くお洗濯したからといってびくともしないティッシュっていうのもある。意外に便利ですよね。すごいティッシュでしょ。頼もしいでしょ、フランスクオリティ。無印にこういうのあるんだ。これはモノプリのやつ、スーパーのやつ。これね、このテープね、最後までくっつくことはほぼない。使い終わる頃にはもうこれの意味はあんまりなくなってるけど、この蓋があるっていうところがフランスにしては素晴らしいなって私は思ってるんだけどね。お家みたいで可愛いでしょ。あ、そっか、なるほどね。そういうこと？全然気づかなかった。そういうことか。忘れた頃にやってくる。ポーステユッブラブン。よし。ほぼほぼ一緒ですね。あ、そうなんだ。へえ。私だったら真ん中をハサミで切って日本風にして使えそう。あ、なるほど。ここを切ってピッて出すってこと？出るのかな。なんかそんなあれですよ。なんか引っ張り出てくれるのかぐらいのティッシュ。折りたたみ方も全然違ってね。なんかこういう風にこんな風になってて、こんななんかこういう風に畳んであるからシュッてならない気がするな。どうなんだろう。全然説明わからなくてごめんなさい。で、私全然何をお話しよう、そういうことかって思ったんだけど、何をお話ししようと思ったか忘れちゃった。めぐむさん的にティッシュの開き口は日本とフランスどちらが使いやすいですか？フランス。日本のやつはなんか失敗することが結構ある。で、1枚だと思ったら2枚出ちゃうこともあるし、その点フランスはもうこんな感じですごく分厚くて、こういう風に折りたたんだのが1個2個みたいな、こうやって入ってるから、分かるかな、こういう感じで入ってるから重なることはない。なんかシュッて取ったとて次のが出てくることがないんだけど、日本のって1枚取ると次のが出てきやすいようにこの辺まで出るじゃないですか。ティッシュのこの辺、頭のところがこうやって出てくる。あれが2枚取るときには便利なんだけど、1枚でいいやって時に勝手に頭こうやって出てきちゃうから、ここのところ出てきちゃうから、あなたは今使わないよっていう時に戻してあげた方がいいのか、かといってそのままだと頭出っ放しになるし、で1枚取ったはずなのに薄いからちょっと力強く掴んでしまうと奥まで2枚出ちゃうでしょ。その調整が難しいのが日本のティッシュっていう感じです。その点フランスのティッシュは何も考えず引っ張り出したら1枚ティッシュすごいでしょ。お花の下痛くならないですか？なります。だから私いつもここの皮とかむけてる。ティッシュというより紙みたい。そう、本当に日本のね、お口を拭くようなナプキン、日本のレストランとかに置いてある、例えばファミレスとかに置いてある引き出せるナプキンみたいなのあるじゃないですか。あれより全然分厚い。
例えばマックとかの一緒に入っている紙、あれ日本って入ってるんだっけ、お口拭く用の紙とかナプキンよりも分厚いで、お花赤くならないんですかのコメントあったのですが、これはノーマルなんだけど、柔らかいバージョンもあるの。ソフトっていうのもあるし、あとねミントが入ってるのもあって、お花に当てるとスースーしてお花通りが良くなるみたいなミント風ティッシュとかいうのも売ってる。すごいでしょ、ティッシュにかける力。髪は大切ですからね何、海面水温が高さが気象に与える温暖化気象の説明は報道されていますか？温暖化の報道、ちょっとごめんなさい、私全然ニュース見ていないのですが、昨日たまたまつけたニュースでは特にやってなかったです。今のフランスのニュースはストライキがまた始まる今日からかなので、そのニュースが結構好きなんですさすがフランスでしょ。もう本当にたわいもないお話でごめんなさい。で見て、かわいいドラゴン私ね、折り紙趣味で作業とか始める前に適当に何か折ったりするんだけど、折り紙折ると集中に入れるんですって。で今日はドラゴンにしてみた。我ながら暗記してやってみたんだけど、我ながらこの羽のカーブとかが私的にはうまく今回はできたかなという感じでございます。これね、可愛いでしょこれこんなの一人でやってるの可愛いでしょ。お家に100匹ぐらいいてね、コロナが始まって本当に大変だった時期に、私折り紙が趣味だから、あの時 YouTube もやってなくて毎日折り紙持ってた時があって、楽しくて、ですごい溜まっちゃったの。本当に段ボール1個みたいな感じで、こうドラゴンとかピカチュウとかいろんな折り紙ね、ワンちゃんとかなんか溜まっちゃって、でもなんか捨てるのも微妙だなと思って、でコロナが始まったばっかりの時、病院がすごく大変だったでしょ、医療関係の。できっと入院してる子供とかもいっぱいいるんだろうなと思って、近くの病院に寄付しようと思って自分で折った折り紙を病院に持って行ったら、なんか思った以上に大人が喜んでくれてでなんか病院の人がすごい、私これもらっていいみたいな感じですごい喜んでくれてね、病院の人と一緒にこうやってお写真撮った懐かしい。そんなこともあったな。なんかお顔があるものとかってあれですよね、バイバイしづらいですよね何枚使ってるのこれ1枚で折ってます。1枚折り紙、ほらこれ、いやピンクに、これがこれピンクにしようかブルーにしようか迷って、なんかブルーにした海面水温が高いことで、これまでよりも湿った雪の影響で災害の恐れなどを日本のテレビで報道しています。日本は災害が多いから放送してるのかな。あんまりそういうの見ないですね。地球全体のお話、エコロジー的なお話はニュースでそんなに見ないですね。私もテレビっていうものをほとんど見ないのでわからないし、インターネットニュースって自分が普段見たものとか一回開いた記事に関連付けて出してきてくれるから、だから目にしたことがないんですね。でも私なんか温暖化って言ってるけど、あんまりフランスにいるとそんなに温暖化感じなくて、でこの前なんかふとお話、あれどなたとお話ししてて思ったんだけど、温暖化日本
ってなんかすごい暑くなっちゃってみたいな感じじゃないですか。もちろん温暖化はあると思うんだけど、室外機なんじゃないっていう話になって、なんか暑いから、日本が暑いから室外機、冷房をつけようとなったら必ず室外機が必要で、室外機ってかなり暑い風出すじゃないですか。で日本は高層ビルがいっぱいでしょ、特に東京。1個の高層ビルに対してもうすごい数の室外機があるわけで、熱が、しかも地面アスファルトでしょ、それが涼しくしようとするあまり余計に暑くさせてるんじゃないのみたいなお話をこの前した。で、あ、そうだなって思った。なんでかって、パリにはパリのお家には冷房というものがほとんどなくて、それは室外機をつけると景観を壊すから備え付けられないんですね。だから大きい建物には室外機ってわからないような、とってもおしゃれな感じで温風を出してる室外機が、一見ここに室外機あるんだって全くわからないぐらいエレガントな感じで室外機が設置されてるんだけど、大きい建物とかにはね。でそこの前通ると、冬でもすごく暖かい風出てるし、夏でも温風がやっぱり出てるんですね。あの温風が何百個あるって考えたら、それは暑くなるよな日本って思ったの。だから温暖化もあるけど、なんか室外機とかもあるんじゃないってちょっと思った。冷風が出る室外機とかないのかなとか思ったりした。そんなお話をしました。環境について考えるのは面白いですね。まあ何についても深く考えていくっていうのは楽しいですよね。ここでみんなきっとあれでしょ、チャッピーに聞いちゃうんでしょ。だけど私あんまりチャット GPT 使わないんだよな。こうやって考えてるのが結構好き。もう1枚でそんなすごいの折れるのプロですね。ありがとうございます。これね、初めて見つけた時ドラゴンを売ろうと思ったきっかけが、もう今日たくさん登場するおじさんなんだけど、ドラゴンを折りたいと思った時に折り紙でドラゴン折り紙っていうのを調べたら、ちょい悪おじさんのお部屋っていうサイトがあって、そこで丁寧に折り方を載せてくれていて、それを見ながらなんか5枚ぐらい折ったら覚えられた。チャッピー嘘ついてくるの？そうなの？そういうところもなんかちょっと人間に近づいてるんじゃないですか？そうなの？私あんまりチャッピーと会話しないからわからないんだけど、でも嘘じゃあ何か質問した後に、それ本当？ちょっと嘘とか聞けばいいのかな。そしたらちょっと嘘とか答えてくれるの。あれも面白いですよね。なんか自分が聞きたい内容を話してくれちゃうから、なんか全部が納得はいっちゃうじゃないですか。どうなんでしょうね。脳みそ的にどうなんだろうね。でもなんかただ話し相手になってくれるのは嬉しいですよね。日本は震災多いですもんね。その点フランス本当に震災なくて、フランスじゃないフランス全体ではなくてパリ全然震災なくて、地震もないし、もちろん海がないので津波もないし、なんかちょっとセーヌ川氾濫しても本当になんか数センチみたいな感じで、日本の浸水とは全然比べ物にならないぐらいだし、豪雨雷とかでも日本のような震災レベルの震災ないですね。まあ地震なんてあったら本当に3揺れでパリ全部なくなっちゃうと思う、ズンって。だからそういうのないのはね、やっぱり住んでいて安心ですよね。あ、すずりありがとうございます。そうだ、すずり私あれだ、他のやつもT シャツとか販売したのですが、ちょっとそうお値段設定のことでご質問いただいて、私T シャツとかのお値段私が決めているわけではなくてですね、サイトが勝手に決めたお値段で調節がなかなか難しいので、もしかするとちょっと高めの設定になってしまっていたらごめんなさいなのですが、それでもいいよという方は買っていただけたら嬉しいです。
こんばんは。パリはベルサイユ宮殿があるほどで安全そう、安全とは言い難いですが、震災に関しては安全ですね。人外みたいなのはあるけど、そのスリとかそれはね、別に自分で気をつければいいことですからね。日本とフランス語どっちが難しい？日本語とフランス語どっちが難しいですか？いい質問。両方難しいけど、多分私が日本語がわからないまま初めて日本語をフランス語と同じように学ぼうと思ったら、日本語の方が全然難しいんじゃないかなと思います。その深掘りしないで、文学を深掘りしないで、ただ言葉だけを話そう、日本語を初めて話そうとか、日本語を初めて書こうとなったら日本語の方が難しいと思う。なぜかというと、特に書くのも難しい。フランス語は、フランス語に限らずほとんどの言語では ABCD とか、アルファベットとか、フランスならアルファベが書ければ一応表現できるでしょ。だけど日本語って書こうと思ったらひらがな、カタカナ、漢字っていう3つ覚えなきゃいけない。あれは過酷ちょっと難しいと思う。しかもひらがな、カタカナ、漢字全部初めて見る人にとっては初めての形だと思うんですね。でも日本人がアラビア語を見たりとか、初めて韓国語を見るときみたいな感じですごい絵文字みたいに見える形だと思うから、ね、ふとかうんとそとかもカタカナだと似てたりとか、目とぬとかも似てたりとかして、すごく近い字っていうのがいっぱいありすぎて、日本語をゼロから覚えようっていうのはかなり難しいと思う。漢字も難しいと思う。なんかあんな画数が多い字、よーくまず多分目が悪かったら覚えるの大変ですよね。よーく見て、こんなところにもなんか1本あるんだとか、日本人でもなったりするじゃないですか。あれ覚えなきゃいけないの大変。大と犬とかの点1個で全然変わっちゃうみたいなのも日本語はかなり難しいと思う。その点、フランス語だったら ABCD みたいなやつかけて、上にこう点をつけたり、頭にシャポ、帽子みたいなのをつけたりするので、発音によって書ければ、覚えるのは少ないし、それに話す時も日本語は人によって敬語とかを使い分けなきゃいけなくて、年上とか目上の人には敬語がベタみたいな感じがあったりするじゃないですか。あれって日本人の人同士だったら大体の年齢見分けつくかもしれないけど、外国人から見たら10個の差とか分かんなかったりするから、日本人から見たら絶対年上でしょって人でも外国人が見たら分からない、自分より年上かどうか。だからその判断も多分判断からして難しいし、なんか日本語の方が難しい気がする。そう思うと書き言葉、話し言葉もフランスも違うんだけど、日本語の方がなんか細かく違ったりとかする気がするんだよな。なので私はフランス語よりも日本語の方がゼロから覚えるのだったらハードル高いんじゃないかなって思いますキーホルダー2個買いました。本当にありがとうございます。嬉しいな。こんばんは。今日のカフェ何を注文しましたか？今日はね、さっきもお見せしたこの絶対食べきらないであろうものすごいティッシュで押さえようか。使ってないティッシュで押さえる。ほら、このものすごい大きさのチョコレートケーキ。今日これでも半分以上食べたんだけど、まだこんなに残ってて、今日のディナーかなぐらい残ってるんだけど、スプーン落としちゃったこのケーキと、なんか意外に常連さんになったりするとどんどんケーキの大きさが大きくなっていって、私に出してくれるケーキ3人分ぐらいあるんじゃないかぐらいのケーキをくれるんだけど、胃がついていけないで、あとカフェあるんじゃん。エスプレッソを茹で冷めたやつを頼みました。で
でこれコーヒーのカップは今このスマホを立ててるからお見せできないんだけど、これが自動的についてくる。ここのお店でコーヒーを頼むと、私の場合はこれが自動的についてきて、これ私専用お湯がいっぱい入ってるの、冷めにくい。これシルバーの色になんかね、もうね、何も言わなくてもお席に座るとコーヒーとこれは必ず出してくれてですね、で私薄めて飲むのが好きなんですね。1日に何十杯もコーヒー飲んだり、何杯十何杯とかコーヒー飲むから胃が痛くなっちゃうので、いつも薄めにって言ってたんだけど、だんだんお店の人も分かってくれて、今では自動的にだいたいよく行きますってカフェではコーヒーを頼むと必ず横にこのお店以外もお湯をつけてくれる優しいでしょ、フランス人本当に優しいでしょ。そういうところが好きパリのトイレ事情教えてください。パリのトイレ事情か。パリのトイレ事情はどこからお話ししよう。日本と違うところを挙げると、まずパリに限らずフランスでは公衆トイレというのがほとんどないので、日本みたいにコンビニというものは存在しないので、日本みたいにちょっとおトイレ行きたいなっていう時にちょっとコンビニ寄ろうとか、お店例えばブティックに入ってちょっとおトイレ貸してくださいっていうのはできないんですね。なので日本と違ってちょっと行きたいっていうのがとても難しいです。誰にでも使っていいよっていうトイレがあるのはこういう大きいデパートとか、あとは飲食店、そこのお店を利用している人用に飲食店にはおトイレがあるとか、観光地、美術館とかベルサイユ宮殿とか、そういう中には誰でも使えるおトイレがあるんだけど、お店ですね、物販のお店とか、飲食店でもお持ち帰り用の飲食店とか、そういうところではもちろん従業員さん用にお手洗いはあるのですが、一般の人には貸してもらえない。で、駅にもおトイレは基本的にありません。日本だったら必ず電車の駅とかおトイレあると思うんですが、フランス、パリの駅にはほとんど、特にパリの駅にはおトイレというものはないので、駅で行こうと思ってもない。で、大きい駅に行くとたまにあるんだけど有料ですね。いくら50セントから2ユーロぐらいの金額でお金を入れないとおトイレ使えないっていう感じになってるっていう感じです。で、他に違うのは綺麗じゃない。日本みたいにおトイレだからって綺麗なわけではなくて、どちらかというとおトイレイコール、綺麗ではないので、衛生的には日本人は気になるレベルだと思うとか、あとなんだろう、トイレットペーパーがないとかも結構ある。これはもうトイレットペーパー自分で持ってこんねっていう感じで、いちいち店員さんに言っても足してくれるまでの時間かかっちゃうから、だから私はおトイレ行く時にはポケットティッシュを忍ばせていく。なかった時のためにね。と地元っぽいお店だと便座がない、空港もそうかもしれないけど便座がないのも結構よくあるですね。なんか便座はなくなっちゃうの、持ってっちゃう人とかいたりとか、なんていうの、備え付けがとても悪くて、おトイレの大きさに対して便座がなんでこんなちっちゃいのにしたみたいなちっちゃかったり、あとどうやるとこんな斜めに便座つくのみたいな感じの便座とかがとても多くて、でなんかそもそもどうせ取れちゃうからとかどうせなくなっちゃうからっていう感じで便座をつけないよっていう、おトイレもとても多いので、女性の方はびっくりするかもしれない。そういう時には空気椅子空気椅子をするのがベストなんだけど、フランスの便座はやっぱりフランス人、日本人よりも足が長いのでちょっと高かったりするんですね、日本のおトイレよりも。
だから私はこれもう空気椅子難しいなっていう時にはトイレットペーパーを、エコじゃないんだけどぐるぐるって取ってちょっとおトイレのところにお尻が飾らないようにちょっとこう綺麗な美しい話じゃなくてごめんなさい敷いて入ったりとかしています。だから便座シートとかあったらいいかもしれないですね、日本の方にはっていう感じかな。あとなんだろう、トイレ事情。あと私がフランスに来て、ちょっとこうカルチャーショックを受けたのが、フランス人お手で拭かないの。おトイレ終わった後にも限らずなんだけど、おトイレが終わった後に洗うでしょ。でその後大体の場合は紙っていうところはなくて、大体のほとんどなくて、大体の場合はボーってやつで風でお水飛ばそうみたいなやつあるじゃないですか、ダイソンとかのボーでエアーナプキンっていうのがついてるんだけど、壊れてることもあるし、結構この風量で何分頑張ったらお水なくなるんだろうぐらいの風量のところとかもあったりして、でフランス人はそもそもそれすら使わないことが結構あって、ちょっと汚い、こんなこと言うと大丈夫って思うかもなんだけど、お洋服がタオルなの、フランス人。本当に面白いんだけど、おトイレで見てるともう女性男性限らずハンカチというものも持ち歩かないし、文化がなくてハンカチそもそも売ってもいないんだけど、ないのでお手手洗った後に、お手手もこんな洗う感じじゃないんですよ。ただちょっと水でチュッチュッチュって洗うだけなんだけど、洗った後にこうやってこういう風に拭いて終わりで空気乾燥してるからすぐ乾いちゃうんだけど、なんかそんなにしっかり日本みたいにお手手を洗って拭くところまで完璧にやりましょうという感じではないので、だから出てからもとても早い、用を済ませてからもうとても早い。日本だったらトイレ出て、その後石鹸を使ってしっかりお手手を洗って、しっかり乾かして出ますみたいな方とか、ハンカチで手を拭いてっていう方多いと思うのですが、そういうのを省いている気がする。全員じゃないけど大体見てるとそんな感じ、お洋服がハンカチっていう感じなので、棒ってやつもあんまり当てにならないのが多いです面白いでしょみんなそこで拭くんだとか、なんかここで拭いて足りなかったらちょっと紙にこうやってやってみるみたいな、ちょっと髪を潤わせるみたいな感じでやってる。私は今でもハンカチとか使ってるけど、フランス人にとってはやっぱりハンカチって衛生的に逆に汚いと思ってるから、ハンカチ持ち歩いてる人は誰一人見たことない。ハンカチ持ってますって人も誰もいないので、ハンカチは使わないんですね。こうやって落ちなかったらこうやる、棒をする気持ちの余裕があれば棒をするみたいな感じ。でもなんかちょっと違いますよね、日本と。なんかこれについてはね、この前のライブでも物申したいみたいな感じで言ったんだけど、エアーナプキンね、棒のやつね、あれもねフランス仕様だから、風量が個体差がありすぎて、これはすごくよく出るけど、ここのやつはもうほぼ風ないみたいなのもあったりするんだけど、それはいいとして、備え付けている場所ね、からない、フランス人にとってはベストなのかもしれないけど、日本だったら大体この胸下ぐらいにあれついてたりとか、高くてもこのくらいの位置に棒ついてる、こうとかこうとか、お水が跳ねないようになんだけど、その吹き飛ばしたお水は汚いものと捉えていないらしくて、この辺についてるの、棒が。わかるかな、これお手手洗って棒をしたいでしょ、ここに棒がついてるの、こうやって、だから棒ってやると、ここのお手手のお水が全部お顔にミストされて、棒イコールちょっとミストみたいな感じになってる。それが私はすごく苦手でハンカチを今でも持ち歩いてる。なんでそこにつけるの、本当に洗った
った後のお水は綺麗だから。フランス乾燥してるし、ついでにお肌潤わせるとこみたいな感じなのかもだけど、あれは本当に不思議。嫌なの、私お顔にお手手洗ったお水がつくのがね。だからあの位置変えてほしいな。もうぜひとも変えてほしい。トイレットペーパーも届かないところについてたりするし、なんかこの辺についてたりするの、トイレットペーパー、お顔の高さのところとか。あれも謎。ここで撮りたくないですか？なんかね、いろいろ謎々が多いですよ、フランスのトイレ。本当になんかこれ快適なのかなって思うんだけど、そもそもおトイレに快適を多分求めてないんだろうな。おトイレは用を足すところだから、別に快適さを求めてないっていう、そのロジックはすごくよくわかるんだけど、もう謎ですね、本当に。どうやってトイレットペーパー取るのみたいなところについてたりとか、面白い、本当に面白い。だから油断してるとね、あってなるから、ちょっと遠いなって時には先にトイレットペーパーをいただいてから座るとかしないとねいけないですね。それがフランスのトイレ事情です。面白いですね、いろいろとね。ごめんなさい、なんかおトイレについて熱く語っちゃった。もう話し出すとね、フランスのそういうことね、いっぱいありすぎて、今では当たり前なんだけどね。明日早いので寝ます。おやすみなさい。なんか寝る直前におトイレの話で失礼いたしました。チョコレートケーキ美味しそう。美味しい。ものすごく甘いけど美味しい。ナッツが入ってる。デューリンゴでフランス語を始めましたが、めっちゃ難しいです。読み方がさっぱりなれないですね。発音難しいですよね。なんかでも適当に真似して話してると、あれできたみたいになると思います。鼻水が出るとき、何ずに鼻を噛むように、こすらずに鼻を噛むように意識するようになったのはフランスに来てからですか？日本にいたときは人前で鼻噛めましたか？こすらずにじゃないかこれ。ごめんなさい。鼻水買うときに、そうですよね。ちょっとこれ昔結構前からYouTube をご覧いただいている方はご存知かと思うのですが、ですね、私がお花を堂々と噛んでいるには一応理由があって、フランスではまず日本ではお花出るっていう時に、例えば電車の中とかこういうカフェとか公共の場で、日本でもう我慢できないっていう時はみんなってやってすすって、なるべくチーンっていう大きい音を出さないように頑張ると思う。それが日本の文化だと思うのですが、フランスでは真逆で、フランス人はこのっていう鼻をすする音っていうのがとても苦手なんですね。だから、すするぐらいなら噛めよっていう感じの文化でして、このっていう音をとても嫌うので、すすることは結構タブーで、私のように堂々とチーンって音を立ててお花を噛むあの音に対しては何も思わないですね。誰も反応しませんし、あの音を不快だとも思わないし、誰も恥ずかしいことというか、そういう音ではないので、すすっている方がフランスではちょっとマナー違反になってしまう。なので皆さん、私もライブ中よく噛んでしまっていますが、皆さんもフランスに来たら我慢しないように、お花が出そうな時にずっとやっていると、すごい周りの、今もちょっとやっただけで横の人にみたいな目で見られたのですが、この音をすごくフランス人は嫌うので、すすらないように、ちょっと出そうだなっていう時には堂々と噛むようにしてください。思いっきり噛んだ方が正解です。で、噛むこととかチーンって噛むのは全然恥ずかしいことでもないし、誰かが気にすることでもないので、どちらかと言ったら噛んでください。はい、あとね、お花をすする音っていうのが単純に汚い音、出るものをまた戻すみたいな汚い音に聞こえるのと、あと特に若者とか地区によってはお花をすすってる人ってドラッグをやってる人だったりするんですね。日本よりもかなり盛んなので、そういうイメージを持たれたりもするので、本当にフランスでお花を我慢するっていうのはちょっとタブーに当たります。言い訳のように聞こえてしまうかもしれませんが、すすらない方が正解です。だから、今ではフランスではもちろん全く気にせずにお花はどこでも
365日24時間どこでも出そうになれば噛みます。でも日本に行ったら最初の成田か羽田に着いてからお家に行くまでの電車の中では噛んでしまうかもしれませんが、1日2日も日本にいればあって感覚を取り戻して噛まないようになると思います。でもすすって我慢するはちょっとできないな。もう噛むことに慣れてしまったらすするのがちょっとなんか気持ち悪い感じがしちゃうもう出るものを拒まず行きましょうそうですよね。初めてライブ見る方とかはお花噛んじゃうのかよって感じですよね一応理由がありました。不快だった方失礼いたしました。私はコーヒーが大好きなんですが、パリへ行ったらたくさんのカフェに行きたいけどコーヒー飲むとお手洗いに頻繁に行きたくなってしまうので、薬の次に心配なのがお手洗いのことなんですよね。カフェイン取るとトイレ行きたくなりますよね。でもカフェにいる限りはいつでも何回でもお手洗い使えるのでご安心くださいなのと、あとは道を歩いていていきなり行きたくなっちゃってもカフェに入ればよくて、例えば本当にパリって街中にカフェ、本当にカフェだらけなんですね。こんなにカフェってぐらいカフェだらけなので、日本のコンビニ以上にカフェがあるので、もしもいきなりお手洗いに行きたくなってしまったら本当にすぐ近くにあるカフェに行って、例えばコーヒーじゃなくてもエスプレッソ1杯頼んでお手洗い使わせてって言ったりとか、ちょっとコーヒー飲みすぎだなっていう時にはじゃあ例えばホットミルク頼んでお手洗い使わせてとかね、いう風にすれば何か購入すればそこのカフェはそこのお手洗いは使えるのでご安心ください。たまに優しいカフェだとなんかただ使っていいよってところもあるけど、それも結構マナー違反なので、出た観光客みたいになってちょっと嫌な対応されちゃうかも。なので私としてはお手洗い借りるなら1個でもいいから注文した方がいいんじゃないかなって思いますし、私もそうしてます。公衆トイレもあるけど、公衆トイレは私本当におすすめしていなくて、見た目以上にかなり汚いので、日本人の方には公衆トイレはおすすめしていないので、私だったらコーヒーとかを頼んでカフェでお手洗いを借りるっていうのがおすすめですどうしよう、これいっぱい喋っちゃった。なんかもう大手から始まっていっぱい喋っちゃいましたフランスに行くとなぜかトイレに行く回数が減るんですが、私だけですかね。特に意識して水分減らしてるわけではないのですか。なんかフランス人もそうらしいですよ。聞いたらお家にいる時には頻繁におトイレ行くけど、外出したら本当におトイレ行きたくなくなるんだよねって。多分ね、体が無意識でここにはおトイレが行きたいと思ってもないぞって思ってたら、体が無意識で行きたくなくなるんじゃないかなっていう結論に至りました。なのでそれが適用されているのかも、適用能力が高いのだと思います。パリの他にめぐぐさんのおすすめの観光地はどこですか。クリスマスシーズンですとコルマールっていうところがおすすめです。とっても可愛い街ですすすると読みます。ごめんなさい、こうするって読んじゃった。本当漢字難しいですね。なんかもう特にこういうメッセージとかできるとただのくちゃくちゃに見えるごめんなさいでした。最初マリみたいな字だと思っちゃった。すするでした。失礼いたしましたコメント終わったちょっとじゃあ私は今日はこれから今からだんだん暑くなってきたのでヒートテックをオフして、その前にコートを脱いで気合を入れて動画編集をして、今年中にはフランス旅行でのトリップについての動画まとめをアップできたらと思います。頑張ります。日本はもう結構遅いお時間ですよね。皆さんお夜更かししないようにお休みくださいませ。はいありがとうございます。見ててくれたんだ。それではもしかしたらまたこうやっていきなりインスタライブするかもしれないので、見かけたらコメントください。お話ししてくれてありがとうございました。来週も YouTube でも月曜日ライブするので、よかったら遊びに来てくださいではではおやすみなさいバイ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 、おやすみなさい